今回はタロットカードの10枚目、忍者のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第10話スタートです。カードナンバー9、忍者。私は市村さとみ、高校2年生だ。私にはめちゃくちゃかっこいい彼がいる。スポーツマンで顔は普通だけど明るくて爽やかでいろんなことを知ってて、彼から告白された時はどうして私なんかにって不思議だった。私はというと一応バレーボール部には入っているけど、それだって友達に一緒に入ってほしいと言われて断りきれなくて入部したくらいだから、スポーツマンってわけでもなければうまいわけでもない。性格はネクラ。周りが話していても私はいつも聞き役。みんなが笑うから合わせて笑ってるだけ。何が面白いのかわからない。それでも高校の3年間を一つの部活で過ごせれば内申書も良くなると聞き、大学入試のために頑張っているようなものだ。それに彼がスポーツ好きなんだから、せめて部活のバレーボールくらいは分かっていたい。そうすれば他の部分で話が合わなくてもなんとかなるかなって思ってる。彼も私も部活で忙しくてデートらしいデートなんてできない。デートといえばお互いに部活が終わって一緒に帰るくらいの短時間だ。あとは LINE で話すくらい。それでも彼と話ができるのはとっても嬉しいし楽しい。このまま大学も同じところに行って結婚なんてことも夢見てる。彼のお嫁さんになれたらきっと幸せに決まってるもの。そうしたら私は専業主婦になるの。毎朝ちゃんと朝食を作って彼のために掃除や洗濯をして、家のことが終わったら大好きな読書をコーヒーを飲みながらするんだ。そんなことを考える毎日は本当に幸せだった。それが彼と付き合っている時間だったんだ。ところが晴天の霹靂とでも言うのか、本当に突然事件は起こった。いつものように彼と LINE しようとベッドに転がってルンルンしながら携帯を開いた。そのタイミングで彼からのメッセージが入ってきた。やっぱり赤い糸で結ばれているから考えることも同じなんだなぁなんて。今思うとなんておめでたい頭だったんだろうと思う。 LINE の内容はたった一言、別れよう。最初は何の冗談かと思った。だからいろいろ考えた。まずは今日が何月何日なのか。4月1日ならばエイプリルフールってことで騙そうとしていることはわかる。でもその時は2月1日。バレンタインデーがもうすぐって時だった。じゃあ一体なんでこんなことを言われるんだろう。全く理解できない。昨日まではラブラブな感じでいつも通りの会話だったのに、急に彼に何が起こったというの？そりゃあ今日は一緒には帰らなかったけど、それだって彼に用事があるからって先に帰ったんじゃん。私が悪いわけじゃない。いや、いくらなんでも先に帰ったからって
それだけで別れようとかありえない。だとしたら、いくら考えても答えなんて出ない。私は携帯をタップし、どうしてなのかと聞いてみることにした。すると最速の速さで返事が返ってきた。好きな人ができた。なんだって？嘘でしょ？思わず携帯を投げそうになったけど、投げて壊れたら親に怒られるので、そこはぐっと耐えた。一体いつから？相手は誰なの？疑問が疑問を呼び、聞かずに別れることなんてできないと思い、聞いてみると、なんと相手は私の親友の高田美久。美久は入学して友達になった同じクラスの子。見た目は確かに私よりは美人だと思う。胸もある。背も高い。話も面白いし明るいし、彼女の周りには人が集まる。そんな彼女が私を友達に選んでくれて、入学してすぐに親友だと思える仲になった。休憩時間はいつも一緒だし、トイレに行くのも一緒。バレー部に一緒に入ろうと言ったのも彼女。恋愛相談をし合って先生の悪口を言い合ったのも彼女。誕生日やクリスマスにはプレゼントを交換したし、ミクのためにどんなプレゼントがいいかって散々悩んだし。それなのにどうしてミクなわけ？ミクに告白されたんだよ。どうしてって聞いたらあっさり白状した。普通別れる時ってどうしてとか聞かれても何も言わないんじゃないの？全部ペラペラと説明してくれて、よくわかった。つまりはミクも今日は部活を休んでたけど、休んだ理由が彼に告白するためだったんだ。そして彼の方はミクの親が大企業の部長であることを私から聞いてたから、その辺を考えたってこと。大企業の部長ならばその娘と付き合っていたら大学卒業後の就活が優位になるって浅はかだよね。っていうか浅ましい。一方私の方は中小企業に勤める安サラリーマンが親。このまま付き合っていても何のメリットもないと思われた。メリットで恋愛を考えるなんて最低とは思っても、まだ好きな私はただただ悲しかった。こうなってくると親友だと思っていただけに、この裏切りは許せないものがあった。ミクに文句の一つも言わずにはいられない。いくら別れたくないと言っても、彼の気持ちは打算の上に成り立っていて、到底私にはどうすることもできないところにあるわけだから、どうにもならない。だからひとまずは友達に戻るということで手を打った。彼との LINE を終わらせ、すぐにミクに連絡した。数回のコールが入ってミクが出た。すると彼女はイケシャーシャーと言ってくれた。あら、さとみ、電話なんて珍しいじゃない。人の彼氏を取っておいてなんで笑っていられるのかわからないが、電話の向こうのミクは笑ってる。なんで私の彼氏を取ったのよ。私たちが付き合ってるの知ってたじゃない。知ってるわよ。あれだけのろけられたら知らずにいる方が難しいわよね。だからなんで取ったのよ。親友の彼氏を取るとか考えられない。親友？まさかあんたが私の親友のはずないでしょ。愕然とした。なんとミクは私を親友だなんてみじんも思っていなかったのだ。単に体よく使える無口でネクラな女としか思っていなかったのだ。しかも私と一緒だと周りの目はミクの方が綺麗だと思うから、
それが気持ちよくて一緒にいただけだという。つまり私はミクの引き立て役、そしてそんな引き立て役の私に彼のような素敵な男子がそばにいるってことが許せなかったというのだ。彼のような素敵な人ならばミクの彼氏であるべきだと、全くわけのわからないことをまくし立てた。なんてことだ。親友だと思っていたら引き立て役だと言われ、都合のいい女扱い。しかも彼氏まで取られるとか、私ってどこまでアホなんだろう。散々バカにされ、立ち直れないくらいに潰されて、ミクの自信に満ちた言葉に打ちのめされ、私は人生のどん底を知った思いだった。電話を切ると何も考えられなくなっていて、ただただ涙が流れた。大好きだった人を一度に二人失った。それも裏切りによって失ったのだ。事故に遭ってとか病気とかでいなくなったのならばまだ納得もいくけど、これはない。この世には神も仏もないのか。もうダメだ。一夜にして白髪の老人になった思いだ。私は部屋の電気を消すと布団の中に入り、体を丸めて泣き続けた。翌朝、カーテンから入ってくる朝日に鬱陶しさを感じながらぼんやりと天井を眺めていた。さすがに一晩中泣き続けただけあって涙は枯れたような気がする。しかしそのおかげで目は腫れているだろう。こんな顔で学校に行ったらきっとミクにいいように笑われる。元彼にだってこんな顔は見られたくない。こんな泣き晴らした顔を見せてかわいそうに思ってよりを戻そうなんてされてもちっとも嬉しくないし、裏切った男を受け入れるだけの器なんて持ち合わせていない。いつまでもベッドの中でうだうだしていると母親が部屋に入ってきた。私はお腹が痛いと嘘をついた。ゆうべはお腹が痛くて眠れなかったし、あまりにも痛すぎて涙が出て仕方がなかったと嘘を並べた。母はそれなら仕方がないわねと学校に休む連絡を入れてくれた。間もなく玄関が閉まる音がした。こういう時、両親共働きというのは本当に助かる。家の中には私だけだ。台所に行って何か食べようと思ってはみたものの、何も食べる気にはならず、水を飲むだけに終わった。部屋に戻り、ベッドに入って天井を眺めていると、また涙が流れた。夜になり、母親がおかゆを作ってくれたけど、食欲はなく、食べることができなかった。失恋の悲しみだなんて全く思っていない母親は心配そうにしていたし、病院という言葉も出たけど、冗談でしょう。失恋に効く薬があるなら別だけど、そんな薬聞いたこともない。だから少し楽にはなってるから大丈夫とだけ言った。翌日も学校は休んだ。さらに翌日も。失恋から3日。さすがに学校に行かないとまずいことは分かってる。これが春休みの最初にでも別れを切り出してくれたらまだ楽だったんだけど、そうはうまくいかないらしい。ああ、明日こそ学校に行かないと勉強だって遅れちゃう。でも、私のような苦しい失恋を経験した人は他にいないのだろうか。そういう人はどうやってこの失恋を乗り越えたんだろう。私は誰かに助けを求める思いでパソコンのスイッチを入れた。かすかな起動音がしてパソコンが明るくなった。インターネットを開き、検索ワードを打ち込む。失恋、苦しい、
悩み。どうやら失恋というのはとても苦しいもので、私だけが辛い思いをしているわけではなさそうだ。失恋から立ち直る方法とか経験談なんかを読み漁り、さらにネットサーフィンをしていると、ある広告に目が留まった。10分間無料タロット占い。そういえば聞いたことがある。10分までは無料だけど、それを過ぎるとお金がかかるが、ちゃんとした占い師が占ってくれる。一つの悩みくらいなら10分もあれば答えを出してくれるとか、クラスの女子の中でもやってみた人が何人もいた。別に怪しいサイトでもなく、ちゃんと占ってくれたという。無料ならば。携帯を手にすると電話番号をタップした。1コール、2コール。やっぱりやめようかと思った時、相手につながった。最初は受付の人が出て、どのような悩みなのかと聞かれた。失恋の悩みだと言うと、すぐに占い師の人につないでくれた。占い師は女性。優しい物言いで、さっきまでの不安が嘘のように晴れていく。再度悩みを聞かれたけど、その間に聞こえてきたのはカードを切るような音。カードを切りながら私に質問を投げてきて、それについて答えていると準備が終わったらしい。カードを並べ、占いの結果を教えてくれた。どうやら今の辛さを乗り越えたら、その先には明るい未来が待っているらしい。こんなに辛いのに明るい未来なんて本当にあるんだろうか。現実に背を向けて引きこもりたいのでしょうけど、学校に行ってお友達とコミュニケーションをとり、活発に行動した方が状況は改善されますよ。と占い師の女性は言った。それが簡単にできないのだが、確かに家にこもっていたところで状況が良くなるとも思えない。今までの自分を捨てて、できるだけ明るく、何を言われてもへこたれない。そうしていたらきっと良くなる。まだまだ聞きたいことはあったが、10分という短い時間ではここまでが限界のようだ。私はありがとうございましたと礼を述べると電話を切った。携帯を置くと今言われたことを反芻した。すべてが当たっている。ただ明るい未来が待っているなんて今の私には信じられないが、とにかく明日からは学校へ行こう。やっと決心がついた時には母親が帰宅する時間だった。翌日、久しぶりに制服を身にまとうと不安が押し寄せてきた。学校に行ったらミクがどんな顔をするだろうか。多分勝ち誇ったように私を見ることだろう。元彼はどう思うだろう。いや、どう思われてもいい。今は学校に行ってやれることをやるしかないのだ。もう泣いたりしないと誓ったのだから。学校に着くと思った通り薄笑いを浮かべたミクが近づいてきた。あら、もう失恋の痛手から立ち直ったの？嫌味たらたらだ。こんな女を親友だと思っていた自分が情けない。ミクは散々バカにしたように話しかけてきたが、適当に流していたらつまらなそうに私のそばから離れていった。私は他の友達の輪に入り、それなりに学校の中に溶け込んでいった。そんな私に目を留めたのが担任の高木先生だった。お、出てきたな。どうだ、腹の具合は。先生、言い方。あははは、そうかそうか、すまんな。で、腹痛は収まったのか？はい、もう大丈夫です。そりゃよかった。もう拾い食いはするなよ。拾い食いなんてしてませんよ。部活の連中も心配してたぞ。そうですよね。そうだ、
私には部活の仲間がいるんだ。ミクだけが友達だったわけじゃないんだ。今日からまた部活に出ます。無理はするなよ。お前は病み上がりなんだから。この高木という教師はバレー部の顧問。いつも冗談ばかり言っていて、真面目なところを見たことがない。そんなものだからバレー部は部長を中心にまとまっていて、顧問は本当に名ばかりという感じだ。この先生、バレーボールのこと分かってるのかと部員の中でも疑問の声が上がっているほどだ。授業が終わり、部室に行くとみんなが周りに集まってくれて、本当に心配してくれていたことが分かった。部長も無理してまた休むことになったらいけないからと言ってくれたが、本当の腹痛ならば無理もできないけど、失恋なだけに無理した方が楽ってもんだ。ただ一人、ミクだけが面白くなさそうに私を睨んでいたけど、部活が終わり、みんなが帰る準備を始めた頃、私はこの3日間を取り戻すためと偽って体育館で一人ボールと向き合っていた。そんな私を見て心配する人もいたけど、やる気があっていいねと褒めてくれる先輩もいた。実際はやる気があったわけじゃなくて、ボールに失恋の痛みを叩きつけていただけなんだけど、何十発もサーブを繰り返し、涙でボールが見えなくなるたびに涙を拭い、その涙をボールに叩き込んだ。どのくらいの時間が過ぎた頃だろう。体育館の扉が開き、高木先生が入ってきた。なんだ、まだやってたのか。親御さんが心配するからほどほど。なんかあったのか？腹が痛いのか？私の様子がおかしいと思ったのか、先生の言葉が途切れた。先生に顔を向けた私は泣いていたらしい。お前、そんなに腹が痛いなら早く帰れ。ここでそういうこと言う？どうしたって駆け寄ってくるのが一般的な展開じゃないの？違いますよ。高木先生は私のそばまで歩いてくると、どうしたのかと聞いてきた。けれど失恋だなんて言えないじゃないか。うつむいていると先生が驚くような言葉を口にした。失恋か。なんで知ってるの？なんでわかるんだって？そりゃあ日頃のお前とミクを見てたらわかるよ。しかもお前が付き合ってるはずの川崎達也がミクと仲良く話してるんだ。いくら鈍感なやつでもわかるんじゃないのか？そうだったんだ。先生の話を聞いていて、私は高木先生にもわかるってことはみんなもわかってるんだろうなと思った。思いながら涙はどんどんあふれて、言わないつもりの言葉が次々にこぼれ落ちていった。どうして振られたのか、どうして親友に裏切られたのか。なるほどな。それはつらかったな。先生は遠くを見るような目をしながら話し出した。お前が話してくれたから先生も辛い過去を暴露するけどな。実は先生も同じような経験の持ち主なんだよ。思わず先生の方を見た。その顔は冗談でも私の失恋話に話を合わせているのでもなさそうだ。大学の頃だったな。話の内容は高校時代の彼女と大学が別々になるのが嫌で同じ大学を受験した。見事2人とも合格はしたものの、大学に入ると彼女の素振りが変わってきたらしい。着るものも派手になり、化粧もして見た目は綺麗だけど先生としては納得がいかなかったらしい。大学を卒業したら結婚したいとまで思っていた相手だったから、見た目が変わったくらいで嫌いになることはなかったが、何度も今までの方がいいとは言ったそうだ。ところが趣味が合わないと嫌な顔をされたり、食べ物が合わないと言われたり、
挙句は先生の嫌いな部分を並べられたり、それでも先生の気持ちは変わらず、彼女に合わせ自分を変えようと頑張ったそうだ。そうしていたある日、彼女が他の男といるところを目撃した。しかも相手は先生の友達、気の置けない友達であることは事実だった。その友達も派手なやつでな。彼女が派手に変身しだした頃に気がつくべきだったんだ。俺は彼女を信じきっていた。先生はそうつぶやいた。その後、結局別れたのだけど、高校時代からの付き合いだし、結婚まで考えていた女性なのだから、別れた後は辛くて、さすがに生きているのが嫌になったという。でも、今では別れてよかったと思ってるけどな。先生は顔を上げるとそう言った。なんでそんな風に思えるんですか？俺には今奥さんがいる。決して俺を裏切らないし、同じ教師だ。それとその二人がどうなったと思う？そう聞かれて私が思ったのは、きっと結婚したんだろうなという乙女チックな答えだった。それがさ、付き合って3ヶ月で別れたよ。そうなんですか？ああ、そんなもんだよ。お前も見ててみろよ。黙って2人を見てたらそのうちわかるよ。先生はそう言うとふっと笑った。さて帰ろうか。いえ、もう少し。そうか。だったら俺も付き合うよ。だって先生、奥さんが待ってるでしょ。というのは対面上の話で、先生バレーボールなんて触ったこともないじゃないというのが本心。生徒が残ってるのに先に帰ったなんて聞いたら奥さんに怒られるよ。俺の奥さんはそういう人なの。そう言った時の先生の顔はとても幸せそうだった。トスを上げてやるからアタックの練習するか？先生できるの？バカ言え、俺は顧問だぞ。しかも全国大会で主将として大活躍したんだ。嘘。意外だっただろう。だったらもっと練習に出てくれたらいいのに。これが俺のやり方なんだよ。先生がなんだかんだ言ってもうまくないってな。俺自身教師にうるさく言われるのが嫌だったからさ。そういうことだったのか。コートに入ると先生があげてくれるボールを相手コートめがけて叩きつけた。何度も何度も。その後も居残り練習をしていると先生が来てくれて練習を見てくれた。そのおかげで失恋の痛みは徐々に薄れ、私は普通の女子高生生活に戻ることができたのだった。ところでミクと元彼がその後どうなったかというと、あれほどのことがありながら3ヶ月と続かず別れたってことだった。元彼はミクのわがままさにさすがに付き合いきれないと言っていた。さすがは大企業の部長令嬢だね。そして私と付き合いたいと言ってきたけど丁重にお断りしました。冗談じゃないよね。平気で他の女に心を奪われるような男なんて興味ないって。いやいや、ずぶとすぎ。あれから10年、私はあの時の高木先生のような教師になりたくて高校で教師をしている。もしも私のような苦しい思いをしている生徒がいたら、私は過去の私をさらけ出して生徒に語るだろう。高木先生が私に話してくれたように。そして
引きこもらずにあえて社会に出ることで、未来は明るく、思いもかけないような素晴らしいことが待っているものだと。いかがでしたでしょうか。このカードは旅の途中でどんな経験をしようとも、最後には自らに問いかけ見つめ直すことによって高次の意識を獲得できる可能性を示しています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。